おはようございます。ビエンです。今回の行き先は岐阜県岐阜市でございます。岐阜県の観光地といえば高山や下呂温泉が有名ですが、そういえば市街地ってどうなんだろうということで、今回は岐阜市を観光してみようと思います。お昼からご当地グルメ回転寿司で爆食いしたり、ロープウェイで山に登って絶景を堪能したり、一人旅にもってこいの散歩道を発見したり、コスパ最強のご当地グルメを発見してしまったり、朝から晩まで岐阜一人旅を満喫しました。ぜひ最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルでは全国を旅する様子や行ってよかった観光スポット紹介を投稿しております。ぜひこの機会にチャンネル登録や高評価ボタンで応援していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。そのワンタップがめちゃくちゃ励みになるんです。よろしくお願いいたします。まずは東京駅から新幹線に乗って名古屋を目指します。東京から名古屋までは約1時間半、そして名古屋から岐阜まではなんと20分で行けちゃうんです。そして名古屋で乗り換えて岐阜駅に向かいます。本日は晴天、素晴らしい景色です。人生初の岐阜駅に到着しました。長良川口から出ると信長夢広場という場所があり、その奥には黄金の織田信長像があります。そしてレンタカーを取りに行きます。加納口から出るとこんな感じの雰囲気になっております。岐阜駅に到着してレンタカーゲットしました。とりあえずね、今回の旅も楽しく過ごせるようにって感じで、まずはあの神社に行って参拝しようと思います。今日は岐阜市メインの観光なので、ぶっちゃけレンタカーはいんないんですけど、ちょっとね、カメラのバッテリーとかね、あと荷物をね、置きっぱにしたいっていうのもあるので、ちょっと一応ね、レンタカー借りました。基本的にはバスだけでも観光できると思います。岐阜に着いて最初にやってきたのは小金神社でございます。小金神社に到着しました。めちゃくちゃ神々しいです。めっちゃでかい鳥いいですね。縁起のいい色をしています。金運上昇、商売繁盛などのご利益があるそうです。赤を基調とした美しいデザインです。こちらには重軽石もあります。願い事を思い浮かべながらこの重軽石を持ち上げて、その時に思ったよりも軽ければ叶いやすく、思ったよりも重ければ叶うのが難しいとされております。そして隣には金正稲荷神社もありました。そして日本全国旅行していて気づいたのは、神社のね、狛犬とか、あとこの狐の像なんですけど、顔とかね、表情とかデザインがね、全然違うんですよね。旅行先でこういう違いを見つけるのもちょっとしたマイブームになっています。そして今回もいい旅となるように、そしてあわよくば機運が上昇するようにお参りをして次の場所に向かいます。そして次はご当地回転寿司、お寿司を食べに行きます。やってきたのはこちら、網元の里加賀島でございます。ここのお寿司がとにかく美味しいとのね、口コミがすごかったのでやってきました。営業開始は11時で10分前くらいからいたんですけど、すでにね、2、3組お客さんが待っていました。最近はタッチパネルで注文できるお寿司屋さんがかなり増えましたよね。そして数量限定のマダイと極上生トロサバをいただきます。お寿司が到着しました。結構腹減ってるんでね、今日は食べまくりたいと思います。まずは生トロサバをいただきます。そういえば生トロサバって珍しいっすよね。なんか初めて食べるかもしれません。ネタは分厚くて、そして輝いています。大きいですが一口でいただきます。臭みもなく食感もよくめちゃくちゃうまいです。ちょっとこれハマりそうっすね。生トロサバここに来たら絶対食べた方がいいです。想像以上に美味しかったので2貫連続でいただきます。ちょっとこれハマりそうです。続いてホタテとネギトロもやってきました。どんどん食べていきます。正直岐阜ってお寿司が美味しいイメージなかったのと、前回が北陸旅行でね、お寿司食べてたんで、ちょっとハードル的にね、美味しく感じるかななんてね、思ってたんですけど、めっちゃうまかったです。いや、どれを食べても美味しいのとね、ネタも大きくてね、シャリとの比率もいいので、ちょっと普段食べないお寿司も注文してみようと思います。やってきました。巨大すぎるアナゴが到着しました。
見てください、この巨大な穴子。しかも2貫なんですよね。食べ方が難しかったのとね、これ重すぎて箸で持ち上げるのめっちゃ大変でした。そして生トロサバがうますぎたので2皿目いっちゃいました。ちなみにサーモンも美味しかったです。てかね、全体的にネタがでかくてね、一皿の満足度がめっちゃ高いです。そして穴子は大きすぎて一口じゃ無理でしたね。いや、ボリューミーで本当美味しかったです。まだまだ食べます。午後の観光歩けるかなって心配になるくらい食べます。いやー、美味しかったです。あまりの美味しさに食べ過ぎてしまいました。ごちそうさまです。いやー、お寿司めっちゃ美味しかったっす。食いすぎてしまって時間もちょうどよくね、お昼っていうのと、もうこれは確実に眠くなっちゃうんで、食後の運動がてら岐阜城に登ってちょっと散策したいと思います。ロープウェイ登ってからさらに歩いて、ちょっと登るみたいですね。あと1キロでロープウェイ乗り場だそうです。ロープウェイ乗り場は岐阜公園の中にあるそうです。そして公園の前には若き日の信長像があります。ロープウェイ乗り場は工事してて通れないのか、ちょっと工事中らしく、ここの交差点からぐるーっと回ってきてからさらにここもぐるーっと回ったらロープウェイ乗り場だそうです。朝はすごい寒かったんですけど、日が昇るにつれてめちゃくちゃ暑くなってきました。レンタカーで旅行してるとね、上着を車に置いてこれるんでね、こういうのもメリットですよね。ちなみに駐車場からロープウェイ乗り場までは 4,500 メートルくらいあり、歩いて6分から7分くらいかかります。ロープウェイ乗り場に到着しました。登った先には岐阜城だけでなくリス村や展望レストランもあります。これからの時期は夜景もおすすめだそうです。出発しました。ちなみにここ岐阜金華山ロープウェイは1955年4月に開業したそうです。そして金華山の山頂までは約4分で到達するそうです。ふと外を眺めてみると岐阜公園三重の塔が見えてきます。なんとも神々しい姿です。あっという間に上まで登ってきました。山の高さは329メートル。険しい断崖をなし、直美平野を見下ろしております。さらに上まで登ってきて、とても素晴らしい景色になっております。ちなみに下に見えている大きな川は長良川でございます。高知県の四万十川などと並び日本三大清流と呼ばれているそうです。そして山頂エリアに到着しました。とりあえずですね、近くに展望台があるそうなので早速登ります。展望台すぐそこにあると思ったんですけどね、結構ね段数を登っていくみたいです。そしてついにここを登ると展望台だそうです。ちょっと息が上がってきましたが、なんとか登りきることができました。そしてこっちは工事中で立ち入り禁止みたいですね。よかった、広かったです。こっち側から景色を眺めることができるそうです。それではどうぞ絶景をご覧ください。いやー、川沿いの散歩とかもね、めちゃくちゃ良さそうですよね。とても素晴らしい景色です。岐阜市は県庁所在地で、人口もね40万人以上いたと思うんですけど、すごいね、自然の景色もめちゃくちゃいいですよね。山々と町が融合して、とても独特な雰囲気となっております。景色を見ながら休憩できたので、次は岐阜城に向かおうと思います。岐阜城までも階段を登ったりするので、またね10分くらい歩くそうです。岐阜城は市街地からフラッと行けて観光しやすい場所にあるんですけど、坂道や階段が多いので動きやすい靴と服じゃないとちょっと危ないと思います。ちなみに岐阜城の入場料は大人1人200円でございます。ちなみにここ岐阜城はもともと稲葉山城という名前で、織田信長がこの城を攻略したことで岐阜に名前が変わったと言われているそうです。誰が命名したかは諸説あるそうです。ここには岐阜駅前にある黄金の織田信長構造のレプリカがあります。岐阜市政120周年を記念し、市民の寄付でできたそうです。
ちょっとスケジュールの都合で無理だったんですけどね、ゴールデンウィークとかね、夏休みとか、ここの夜景めっちゃおすすめだと思います。そして一番上まで登ってきました。さっきの展望台よりもね、高い位置にあるので、また違った絶景となっております。何回見ても素晴らしい絶景です。いや、ここほんとね、晴れの日に絶対に訪れたいスポットの一つだと思います。そして岐阜城の近くには資料館もありました。中の雰囲気はこんな感じになっております。ここにはトリックアートもあります。ちなみにこれは大河ドラマ「麒麟が来る」に登場した織田信長と明智光秀の衣装だそうです。岐阜城からロープウェイ乗り場まではルートがね一つじゃないんですよね。なので帰りは違う道から行ってみます。稲葉山と呼ばれておりましたが、さて次は川沿いを散歩してみようと思います。ありがとう岐阜城。とりあえず駐車場まで戻ってきてからのちょっと時間にね余裕ができたので、この辺散歩します。いや素晴らしい雰囲気だ。やっぱほんとそれぞれの地域でなんだかんだね、同じ日本といえばなんだかんだ全然違うんですよね。こんなところにカブトムシの像がいます。めっちゃリアル。そしてさらに進んでいくと美しい滝と石の道が現れました。すげえ、これ渡れるのかな。定番の観光スポットもあるのもいいんですけど、ちょっと適当にね散歩するっていうのもめちゃくちゃ面白いですね。これすごいね。これは一応道ということなのかな。おお、素晴らしい散歩コースだ。こういうのがね、一人旅はやっぱりこういうのがいいですね。うわ、ここ散歩するの一人旅にめっちゃおすすめっすね。人もいないし、のんびり歩ける、記念撮影もできる、そして独り言も言いやすい、素晴らしい場所だ。この反対側から見る滝も綺麗だ。晴れてるからちょうどね、日差しの向きがいいですね。ちなみに今日は雨予報だったらしいんですけど、晴れてしまいましたね。そして河原町広場を抜けていくと古い町並みがあるそうです。この辺りには昔ながらの日本家屋が連なっております。長良川のそばまでやってきました。さすが日本三大清流です。雲や橋が水面に反射しています。また長良川は鵜飼でも有名です。鵜飼とは鵜を使った伝統療法のことで1300年以上の歴史があるそうです。ちなみに鵜を使って漁をする人のことを鵜匠と呼ぶそうです。そして5月11日から10月15日の間で鵜飼が開催され、見学もできるそうです。そして散歩が終わって駐車場に戻ってきて、ちょっとこの道個人的にめっちゃお気に入りなんでもう一回通ります。だからさっき気づかなかったけど、なんかリスいる。続いて金峰山正法寺にやってきました。通称岐阜大仏とも呼ばれる大きな釈迦如来像を見にやってきました。それがこちら。ちなみにこちらの岐阜大仏は日本三大仏の一つに数えられており、1832年に38年の歳月を費やして完成したそうです。高さは約13メートル、耳の長さは約2メートル、鼻の高さは約 0.36 メートルだそうです。ここには大仏の断面図がありました。なんか神秘的というかね、なんかシーンとしてるというかね、すごい雰囲気です。そしてちょっと横から見る大仏様もとても神々しくてすごい存在感です。いやー、岐阜観光と散歩楽しかったです。そしてね、いつもだったら5時とか6時くらいまで観光して夜ご飯食べてからホテルにチェックインするんですけど、今日はまだ3時過ぎなんですけど、先にホテルにチェックインしてからご飯食べようと思います。
カーシェアの場所が岐阜駅の南側で、今夜泊まるホテルが岐阜駅の北側なんでね、結構歩かないといけません。だいたい10分15分歩くそうです。そして駅前にこんな大規模な噴水とかね、滝があるってすごいですよね。そして岐阜駅を通過していきます。名古屋まで電車で20分なので結構住みやすそうですよね。この辺に住んで名古屋に通勤するという方も結構いるのではないでしょうか。なんかこの BGM と黄金の織田信長像があんまちすぎてちょっと面白かったです。とりあえずホテルにチェックインします。駅前はこんな感じで高いビルが並んでおります。そして今夜のホテルにやってきました。今夜泊まるのはこちら、天然温泉金華の湯ホテルドーミーインでございます。そして今回は朝食付きプランでの宿泊です。明日の朝が楽しみです。そしてここは温泉やサウナがついているだけでなく無料サービスが最高なんですよね。湯上がりサービスでアイスが食べれたり、夜泣きそばが無料で食べれます。マッサージチェアや漫画コーナーもついております。洗濯機や乾燥機ももちろんついてます。てな感じで無事にチェックインしました。ここは結構新しいところなのかな。スライドタイプで、この感じですね。でコンセント2個と、こっちにも2個ある。でベッドにもコンセントあって、なんか物も置けるね。じゃあここでカメラとかね、機材系の充電して、でこっちでパソコン置いて作業もできるんでめっちゃいいですね。今回岐阜旅行1泊2日なんでね、1泊しかしないんで滞在時間もめっちゃ短いか。ほんともう12時間とかそんなレベルなんですけど、8階のお部屋です。今回はで岐阜は駅前とかも歩道も車道も道広くてね、そんな渋滞も今んとこなかったんで、運転もしやすく歩きやすく、一人旅にもおすすめだと思います。名古屋から特急とかじゃなくて普通の快速で来れるんですよ。20分で、名古屋から20分で電車で来れるんで、名古屋近辺の方はね、一人旅とかね、一人でも散歩しやすいというか観光しやすいとこ行きたいなって人はね、岐阜めっちゃおすすめです。岐阜といえばね、飛騨高山とか下呂温泉とかね、私も初めて行った時はそっちだったんですけど、岐阜駅周辺もね、結構おすすめです。夜ご飯食べる前に先に空いてる時間にサウナと温泉入ってリフレッシュしてから夜ご飯食べに行くっていうのもあれなんだよな。めっちゃ悩む。夜景見に行こうかな。夜ご飯食べてちょっと夜景見てって感じですかね。今回岐阜名物のタンメンをね、食べに行こうと思います。担々麺はちょいちょい食べてるんですけど、タンメンはね、全然食べたことなかったんでね、楽しみですね。どんな感じなんだろう。で餃子とかチャーハンもあるみたいなんで、チャーハンセットにしよっかな。岐阜駅から車で20分くらいらしいんでね、早速向かいます。あと700メートルで到着だそうです。目的地は左側にあります。岐阜といえば岐阜タンメン、岐阜本店にやってきました。早速入店しました。カウンター席でいただきます。岐阜タンメンの1からの半ちゃん餃子セットをいただきます。そして岐阜タンメンがやってきました。人生初の岐阜タンメンです。味が全く想像できません。パッと見はラーメンです。野菜炒めが乗ったラーメンです。麺は割と細めで、なんか食感とかがね、なんていうんですかね、カップヌードルの麺の上位互換みたいな感じなんですよね。カップ麺って言いたいわけじゃないんですけど、なんか例えるならそういう感じというか、ラーメンとはちょっと違った麺の感じなんですけど、でもこれはね、これでめちゃくちゃうまかったですね。ちょっとびっくりするぐらい美味しかったです。そしてちょっと麺を食べてからスープを追加で飲むとさらに美味しいですね。麺とスープの相性も良くて、スープ単体でもね美味しいですね。パッと見は味が薄そうな感じだったんですけど、スープ単体でも味がしっかりしててね、ほんとね、今まであんまり食べてこなかったジャンルの味というか、これはね、なんかいい意味ですごい意外で美味しかったです。これちょっとね、東京にも欲しいですね。そしてチャーハンがやってきました。シンプルでネギが乗っかっているチャーハンです。こういうのが一番うまいんです。タンメンとの相性も抜群です。交互に食べても最高です。しかもね、このご飯の量がちょうどいいんすよね。しかも驚きなのが営業時間。なんと深夜3時までやっています。サービス業の人のね、仕事終わりとか、あとは残業が長引いてしまってね、こんな時間に飲食店やってねえよって時にね、ここ見かけたらね、絶対入っちゃいますよね。
しかも美味しいんですよね。ちなみにあんまり取れてなかったんですけどね、餃子も美味しかったです。半ちゃん餃子セット絶対注文した方がいいです。しかもコスパ最強です。岐阜タンメン餃子半ちゃんセットに替え玉を追加しても1500円で収まります。最近は寿司とか海鮮丼ばっかり食べてるんでね、金銭感覚おかしくなってるかもしれませんが、ここは絶対コスパいいと思います。いやー、人生初のタンメンめっちゃ美味しかった。ちょっと夜景スポットにね、行こうと思います。一旦岐阜駅に戻ってきました。夜景スポットはここから歩いて行きます。そしてこちらが夕暮れ時の岐阜駅前でございます。広々としていてとても綺麗な雰囲気です。そして奥を見てみると、黄金の織田信長像が輝いております。そしてですね、このビルの上に展望室があるそうです。そして展望エレベーターを発見しました。ちょっとね、場所が分かんなくてね、5分くらいさまよってしまいました。展望室に到着しました。いや、とても素晴らしい眺めです。ちなみにここはね、43階にあるんですね。しかも無料なんですね。なので岐阜に出張とかね、あとは観光とかね、一人旅で来た方はね、絶対ここ登った方がいいです。めちゃくちゃ綺麗。カメラで撮ると部屋の照明がね、ガラスに反射しちゃってちょっとうまくね撮れないんですけど、これめちゃめちゃ眺めいいですね。しかも名古屋から電車でたった20分で来れちゃうんで、なんかほんと日帰り観光とかでもね、いいですよね。ちょっと詰め詰めスケジュールになっちゃうかもしれないんですけど、東京駅からでも2時間で来れちゃうんで、日帰り観光でも来れなくはないですよね。一人旅とか日帰り観光好きだけど人混みはちょっと苦手っていう方にはね、岐阜はめちゃくちゃおすすめだと思います。到着。うお、耳がすげえ、あっという間に下まで降りてきた。このエレベーターの1階で降りるとここに出るのか。なるほど。で、ここの大通り渡ったらすぐに道民院なんですよ。ホテルから近いですね。あとよく見たらここに道民院って書いてあった。いやー、ちょっともう眠いので夜の散歩はこの辺にしてちょっとリフレッシュタイムですかね、一旦。いやー、温泉よかった。サウナ水風呂もね、毎度のことながら良かったんですけど、温泉がね、過去一で良かったかもしれん。ゲロ温泉みたいな感じですよね。多分ゲロ温泉と同じなのかな。成分表ちゃんと見てなかった。めっちゃヌルヌルで、なんか本当に洗い残しあったかなぐらいヌルヌルで、もうそうびっくりした。びっくりするぐらいヌルヌルでしたね。いやーよかった。めっちゃ肌ツルツルになるね、あれは。この無料サービスのアイスを食べて、でコンビニで買ったレモン炭酸を飲んで、ゆっくりして寝ますかね。しかもサウナ後のね、これめっちゃいい。今日のね、ルート結構良かったっすね。東京から名古屋で、名古屋から電車で20分で、岐阜駅からレンタカーで移動して、で、最初小金神社行ってから、網本の里鹿児島さんでお寿司食べて、で、金華山ロープウェイで、ロープウェイ登って岐阜城行って、で、ロープウェイ乗り場の近くの川沿い散歩して、で、岐阜大仏見に行って、で、ホテルチェックインして、岐阜タンメン食べに行って、で、岐阜シティタワー登って、で、夜景見て、で、歩いてホテル帰って行って、で、サウナ入って、温泉入ってで、8時半か。なんだかんだ8時半なんだ。あっという間ですね。やっぱり1日にね、1時間あったらできることって意外といっぱいあるからね。これを5時間、6時間と連続してどんどん詰め込んでいくと、1日が一瞬で終わりますね。今日朝5時ぐらいに起きて、もうだって15時間、もうすぐ16時間ぐらい。15時間、16時間経ってるけども一瞬だったね。やっぱ充実とか違うっすね。もともと転勤族だったんでね、移動してる方がね、疲れない、意外と。じっとしてる方がね、疲れちゃうタイプというかね、あれなんです。ずっとパソコン作業してるのもね、好きっちゃ好きなんですけど、定期的に体動かさないとね、ちょっとあれなんですよね。逆の人もいますよね。旅行しても、このホテルでね、同じ場所でずっと
一箇所でこう2泊3泊して、もうずっと同じ場所で、もう半径数キロ以内にいるみたいな、リゾートホテルで泊まってっていう人もいれば、俺はもうなんかずっと毎日50キロとか100キロとかずっとこう移動し続けてみたいな。ぐるーっとこう県をぐるーっと一周して、で、毎日同じ別のホテル泊まって2泊するとかの方が好きなんですよね。2泊3泊。まあ本当は人それぞれですよね。旅行の楽しみ方は。ただ個人的にはもうなるべく朝っていうか午前中の観光はめっちゃ歩いた方がその日一日の、何ですかね、旅行の満足度は絶対上がります。体を動かして、朝一で体を動かして、こう血流が上がって代謝が上がった方が多分脳の感じ方も多分変わるんでしょう。テンションが上がりやすかったりとか、幸福度が上がりやすいとかね、楽しいって感じやすいです。てな感じで明日は朝一で秘境スポットに行ってきます。それではご視聴ありがとうございました。